皆さんは IT の歴史を変えた奇跡の瞬間をご存知でしょうか？時は1997年8月6日。この日、IT 界の歴史の針が大きく狂いました。1997年8月6日、マイクロソフトが1億5000万ドル相当のアップルコンピューター株を購入し、両社は業務提携及びライセンス交換に合意する。当時、このニュースは世界中に衝撃を与えました。なぜなら、彼らは絶対に相入れない宿敵だったからです。まず背景にあったのは、アップルの絶望的な経営難です。当時、CEO を解任され、後に復帰することになるスティーブ・ジョブズが暫定 CEO として戻ってきたものの、アップルの預金残高は、あと数週間で底をつくと言われるほど追い詰められていました。競合である Windows に市場を完全に奪われ、会社はまさに倒産カウントダウンの状態だったのです。そこに現れたのが最大のライバル、ビル・ゲイツ率いるマイクロソフトでした。なぜライバルを潰さずに助けたのか？ここで経済的に最も面白い裏の事情が見えてきます。当時、マイクロソフトの Windows は圧倒的なシェアを誇り、アメリカ司法省から独占禁止法違反で会社解体になるのではないかという猛烈なマークを受けていました。もしここでアップルが倒産していれば、マイクロソフトの独占状態が確定し、当局から解体命令が下っていたはずです。つまり、この1億5000万ドルは、アップルを救うためではなく、自分たちが解体されないための保険だったのです。しかし、救われたアップル側にも冷徹な現実がありました。提携の条件には、Mac 版マイクロソフトオフィスを今後5年間継続することが含まれていました。当時の Mac ユーザーの多くは、仕事でオフィスを使うために Mac を使っていました。つまり、ハードウェアのアップルは、最大のライバルのソフトウェアに命を握られていたのです。さらに、マイクロソフトが購入したのは、経営権に口を出せない非議決権株でした。経営には介入せず、しかし生かし続けるこの絶妙なファイナンススキームが、両者の運命を分けたのです。この提携のもう一つの目玉が、Mac の標準ブラウザーにマイクロソフトのインターネットエクスプローラーが採用されたことです。ネット黎明期において、自社のブラウザーをライバル陣営の標準に組み込んでもらうことは、覇権を握る上で莫大なマーケティング効果を生みました。お互いにメリットを最大化する、極めて高度なビジネス上の取引だったのです。宿敵同士の電撃提携から始まったこの出来事は、結果的にアップルの復活、そして後の iPod や iPhone への道を開く奇跡の第一歩となりました。ビジネスの世界において敵を排除することが常に正解とは限らない。ライバルが存在し続けることの経済的合理性を、この1997年の事件は私たちに教えてくれています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。